こんにちは、ホームレスの陽平です。今日本ではみんな外出を自粛しておりまして、家にこもってる状態なんですけども、それでもですね、外に遊びに行っちゃう人ってやっぱり多いみたいで、繁盛してるのがパチンコ店らしいんですよね。パチンコって海外の人わかるから、こう機械の前に座って、ハンドル回しながら玉を出して、でそれでスロットを回して揃ったら、玉がいっぱい出てきてお金に換金できるっていう、カジノに近いような、相手は人間じゃなくて機械ですけども、そういった、日本とか韓国とかかなの、アジア特有のギャンブルなんですけども、すごい人との距離が近い状態でやる、ギャンブルなので、今の時期はやめといた方がいいんじゃないかなと思うんですけども、僕もですねずっとこの車に閉じこもってるかというとそういうわけではなくて、結構遊びに行ってるんですよ。ただ、僕が好きな遊びっていうのはソーシャルディスタンス、人と人との距離がすごく離れた状態で行えるもので、屋外で密閉された空間じゃない場所で遊べる遊びなんですよね。今日はそんな僕の大好きな遊びを、趣味をご紹介します。Get on up, get on down. Get on the, get on the, get on the. Get on up, get on down. Down. Get on up, get on down. Get on the, get on the, get on down. Get on up, get on down. Get on up, get on down.はい、もうお分かりだと思うんですけども、サーフィンです。サーフィンしたことない人にとっては普通の木の板に見えると思うんですけども、サーファーだとちょっとおって思う板ですよね。これサーフィンが始まった頃に乗られてたような板なんですけども、形もすごくシンプルなんですけども、今はですね技術が発達して、サーフボードの形なんかもいろんな形があります。フィンもですね1本だけしかついてないものから2本ついてるもの、3本ついてるもの、4本5本ついてるものまであります。5本はないか、でも、4.5 本ぐらいの、板なんかもあります。これ友達の板なんですけど、かっこいいんでね、今仮パクしてます。僕全然乗れないんですけども、超難しいです、乗るの。でもかっこいいので飾っときましょう。さあ続いては僕の板紹介しますね。そうだ。で今日はですね、こういう状況だからパチンコ行かずにサーフィン行けよっていう動画じゃなくて、サーフィンって言っても始めるのに、サーフボードもいるしウェットスーツもいるし、そんなのを今の状況で手配することなんてできないと思うし、初心者の人にいきなり海行けって言っても難しいと思うので、そういうことじゃなくて、この騒動が落ち着いたらサーフィンってすごく楽しいので趣味にしてみるのはいかがですかっていう動画です。なので簡単にというか、ざっくりした概要、どんな板があってサーフィンのどんなところが楽しいのかっていうのを、ざっくり説明する動画だと思ってください。これ僕のメインボードなんですけども、いわゆるショートボードです。短いボード、ショート、ロング、2種類、大きく分けると2種類サーフボードってあるんですけども、これは短い板ですね。で、形はですねこう丸みがあって、で割と分厚い。フィンの数は2本。このフィンがかっこいいんですよ。ほら、この木目調のフィンがすごくかっこいいんですけども、それからですねショートを紹介したので、次はロングボードを紹介します。うわ、水垂れてきた。昨日サーフィン行ったばっかなんですよね。外出自粛って言いますけど、この自粛要請もいつまで続くか分かんないですし、はい、これがロングボードです。さっきのと比べると明らかに長いの分かりますよね。これは、ロングボードの中でもちょっと長めな方なんですけども、
96っていうサイズのサーフボードです。これはちなみにフィン今3本ですね。フィン3本にしたりフィン1本にしたり、そういう感じで乗ってます。このフィンの数とか形とかで乗り心地が全然違うんですよ。それからですね、ショートとロング今紹介したんですけども、その間の長さのサイズもあるんですよね。ミッドレングスって言われる種類のサーフボードなんですけども、さっきのロングとショートの、間ぐらいの長さで、これは結構クラシックな板で、最新のじゃない昔っぽいスタイルが好きな人の板です。フィンは1本。見た目的にはですね、この板が一番気に入ってて、この青とそれからフィンの赤のコントラストがすごく好きです。でもう1本、車の中にはですね、サーフボードが、常に4本ぐらいは入ってるかな。波の大きさとか波質、割れ方、それからその時の気分によってですね、サーフボードを乗り換えるっていうのはすごく、贅沢なことではあるんですけども、楽しいことなので、結構この車の中の容積圧迫するんですけども、でも最低3本は積んどきたいですね、車に。最後もう1本、この板紹介します。サーフボードの扱いってすごい気をつけないといけないんですけども、ちょっと当たっただけでひびが入っちゃったりするので、すごく気をつけて持ち運ばないといけないです。大丈夫です。これスポンジボードって言って、スポンジでできてるので、ぶつけたりしても全然平気なんですよね。スポンジボードっていうと初心者のイメージもちょっと前まではあったんですけども、今またこのスポンジボードっていうのが盛り上がってきてて、これはオーストラリアの88っていうメーカーなんですけども、88とかキャッチサーフとかそういった、スポンジのボードで、フィンをですね、これ外して乗ったりとか、一本のフィンで乗ったりして、なんか緩い感じでサーフィンするというか、これは、小さい波の時なんかに、遊ぶための板として車の中に入れてます。車の中にはですね、常に最低3本入ってます。今4本積んでますけども、5本か、これ友達のやつなんで。どうですか、僕のサーフボードコレクションこれ見ながらお酒飲みたいんですけどね。それぞれですね、サーフボードの長さによって、特徴が違いがあって、短い板だと基本的に僕の板って全部ゆるく乗るような板なんですけども、短いのはこう小回りが利くターンが楽しめたりとかで、ロングボードになると大きなターンとか、より沖の方からゆったり乗れたりとかで、これはちょうどその間の感覚、形がいい時は多少大きくてもこの板使ったりしますね。でこれは、小波の時の遊び用で、これは波、サイズは小さめだけど、形がいい時とか、あとはゆっくり楽に乗りたい時とか、波の TPO に合わせて、その時の気分に合わせてサーフボードをたくさん積んでると、それだけ海で楽しめる幅も広がるので、車の中の容積圧迫するんですけども、ここですね、この上の部分にラックを作って、その中に収納してるんですけども、こういう風に。でそれからあと何話すんだっけ。そうか、サーフィンをこれからやってみようっていう人に、サーフィンってよくスノーボードと例えられるんですけど、比べられるんですけども、一概には言えないですけど、今スノーボードもいろんな楽しみ方があるので、スノーボードって一般的にはリフトで上まで山頂まで登るじゃないですか。で、機械に任せて登ってしまえば滑って降りれる、それはすごく嬉しいことでもあり楽なことでもあるんですけども、サーフィンって乗るまでにすごく時間がかかるんですよ。大丈夫か。サーフィンって乗るまでにもすごい時間がかかるんですよね。大きい波とかだったらそれを越えて沖に行くところからがスタートですし、沖に行って、波が来てそれに合わせてその後乗らないといけないですし、で波に乗った後立たないといけないんですよね、板の上に。
結構スポーツの中でもハードルが高いスポーツかなと思うんですけども、その分できた時の喜び、波に乗れた時の喜びとか気持ちよさってもう他のものでは表せないぐらいすごく楽しいものなので、ぜひ、もし興味ある方はサーフィン始めてみてはいかがかなと。2020年、開催される予定だったオリンピックでもサーフィンが競技になりましたし、あれ今のところ21年来年ですかね、開催される予定ですけども、その時にはですねサーフィン業界もっともっと盛り上がってると思うので、ぜひ、サーフィンこの機会に始めてみてはいか、この機会じゃない、騒動が落ち着いたら、自粛要請が解かれて安全が戻ってきたらサーフィン始めてみられてはいかがかなと思います。でサーフィン始めるにあたってこういう道具とかってネットでも買えるんですよ。ネットでも買えるんですけども、ただですね、僕はあえてお店に足を運んで、グッズをサーフギアを買っていただくのをお勧めしてて、なんでかって言ったらサーフィンってその土地その土地のローカルルールっていうのが結構あって、例えば駐車場、車はここに止めてください、こっちには止めちゃダメですよっていうのがあったりとか、あとはショートボードとロングボードってさっき話したように乗り方が違うんですよ。ショートボードは動きとしてはこういう乗り方、ロングボードはこういう乗り方伝わんないですよね。例えて言うなら、雪山でスノーボード滑る人とスキー滑る人って描くラインが違うじゃないですか。だから事故起こりやすいってよく言いますよね。それと同じでショートボードとロングボードって乗り方が違うので、邪魔になったりとかぶつかりやすかったりとかっていうのがあったりするんですよね。で、看板が出てるわけじゃないんですけども、この海岸のこっち側はこっからこっちはショートボードエリア、こっからこっちはロングボードエリアとかっていうのがローカルルールとしてあったりするんですよね。なんでそういうこともショップに行けばわかるし、あとはですね、場所によって危険なとことかもあったりするんですよ。こう潮が引いてきたら岩が出てきて危ないとか、そういうのって地元のショップに行けば教えてくれることなので、ぜひですねネットじゃなくて、地元のショップに足を運んで波情報をしっかり得て、でサーフィン仲間もできやすいですし、お店に足運んでもらえればと思います。僕がお世話になっている、日本全国のお店ちょっと紹介しておきますので、車の後ろにですねステッカーいっぱい貼ってるんですけど、これ僕の好きなサーフィンのブランドとかショップのステッカーを貼ってるんですね。ここで紹介します。見えますかね。コメント欄であったんですよね。車の後ろのステッカー紹介してくださいみたいな。サーフィンが好きな人はもちろんですけども、アウトドア好きな人なんかはそのブランドのステッカーを車の後ろにこうやって貼ってる人多いので、車一目見たらその人がどんなライフスタイルしてるのか、どんなサーフィンしてるのか、どんなキャンプをしてるのかっていうのが結構分かったりします。なので高速道路のサービスエリアなんかではこういうステッカー貼ってる車を見つけると結構ねじーっと見ちゃうんですけど、じゃあ僕が車に貼ってるステッカー紹介します。まずですね、どれからいこうかな。一番はここかな。ここ僕がね一番お世話になってるサーフショップなんですけども、愛知県にありまして、ピッペンさんっていう人がお店やってるのでピッペンストアっていうお店なんですけども、とにかくおしゃれ日本一僕はおしゃれなサーフショップだと思います。板も基本的にはこのピッペンさんのところで買いますね。でサーフギアなんかも行ったら毎回欲しいものがあったりするんですけども、東海にお住まいの方はぜひピッペンストアでサーフィン始めてみてはいかがでしょうか。それから四国にもよく行くんですけども、四国はこのパビリオンサーフさん、ここはですねもう本当にショップのお父さんお母さん、香織さんもそうですけども優しくて、よくですね、駐車場に車止めてそこで宿泊させてもらったりなんかもしています。四国の、徳島と高知の県境の宍喰っていう町のサーフショップですね。この辺もいいポイントがたくさんあってですね、いつもお世話になってます。パビリオンサーフさんいつもお世話になってます。
その上、大阪のサウススウェルっていうサーフショップなんですけども、ここもね、このピッペンさんのところと品揃え結構似てる感じで、板も置いてる種類もすごく多いんですよね。1階には居心地いいカフェがあって、大阪の人はぜひサウススウェルさん行ってみてはどうでしょうか。でこの右上もお世話になってるサーフショップですね。鳥取のファーサイドっていうサーフショップなんですけども、鳥取のサーフストリップはですね、もう何回も行かせてもらってて、めちゃめちゃ波がいいんですよ。人少ないし、サーフィンっていうと太平洋のイメージがあるんですけども、冬の日本海はものすごい波立つんですよね。結構大きかったりとかしてスリルある波なんですけども、鳥取トリップまた行きたいと思ってます。鳥取を仕切ってるのがこの隼人塾っていうちょっと怪しいステッカーの、ありますけども、隼人君っていう、僕は裏ではカニゴリラって呼んでるんですけども、もうね見た目ゴリラでカニの仕事をやってるっていう隼人君っていうのがいるんですけども、本人にカニゴリラとか言ったら怒られるんで、僕が言ったとか言っちゃダメですよ絶対。隼人君にはもう本当にお世話になってて、鳥取に行くたびにいい波アテンドしてもらってます。この隼人塾っていうのを車に貼っとくと、結構全国どこ行ってもですね、あ、隼人君友達なのって、声かけられます。あとはですね、藍染めの、パビリオンサーフのすぐ、隣にあるお店なんですけども、藍染めの、ショップがあったり、レキ君っていう子がやってる、インビトゥインブルーズっていうお店、それから上コーヒーショップ、ここもお世話になってますね。これ千葉の一宮にある吉川さんっていうプロサーファーのゆるい空気が流れてるすごく素敵なコーヒーショップです。でサーフィン以外のステッカーも貼ってて、このアサレンっていうのは、北海道のアコースティックロックっていうスノーボードのチームですねのステッカーであったりとか、あとは北海道に滑りに行くことも多いんですけども、ニセコのコーヒーショップ、これはちゃんと紹介しておかないとお世話になってるんですよ。アワサーフライダー、これは、徳島ですね、徳島市の、結構中心地にあるサーフショップじゃなくてレストランなんですけども、ここのヤスさんにはお世話になってて、四国行く時には、徳島の時にはよくアテンドしてもらったりしてます。ここもニセコですね、ニセコのレストランがあったり、そんな感じで今は日本全国行くことができないですけども、また状況良くなったら遊びに行かせていただこうと思ってるので、全国のサーフショップの皆様よろしくお願いします。それじゃあ僕は海行ってきます。今日ね、風がもうすぐ落ち着く予報なので、ちょっと一乗りしていきたいと思います。ではまた。